皆様、本日はですね、低糖質レシピかつ作り置きにも最適、おばあちゃん家の味を再現、入り豆腐作っていきたいと思います。俺なんかばあちゃん家にあるようなご飯すげえ好きなんだよね。で、こちら木綿豆腐なんだけど、今回はきちんとしっかり水抜いてて、一回もう水は捨てたんだけど、これちゃんと重しを乗せて豆腐水切りしてます。2時間以上やってるかな。で、しっかり水分が抜けて、高さ的には半分になってるぐらいかな。潰れてというか、水分を押し出してね。なんで今回はしっかり水切りしてあげてください。僕は今回電子レンジでチンして水切りをするっていう方法を使わずに、もう単純に時間をかけてってやったんだけど、短時間でやる場合はキッチンペーパーに包んで電子レンジでチンしてあげれば軽い水切りはできて、さらにその上から重しを乗せればもうちょっとよりしっかり水切りができると思います。今回は時間があったんでしっかりとやりました。木綿豆腐なんだけど、こんだけ薄くなってて、もうほんと半分ぐらいになってますね。でもしっかり持ってもちぎれないというか、しっかりとしてるので、これくらいしっかり切ってあげた方が美味しく出来上がります。で、水切りした木綿豆腐ですね。今回は鶏肉合わせます。で、そぼろ状の鶏肉合わせたいと思ったので、今回は胸が 200g とももが 500g ですね。食べ応えもあって低糖質にしたいですね。はい。じゃあ残りの具材カットしていきます。まず人参、こちらは千切りにします。よいしょ。で、結構ね、用意する具材は今回たっぷり用意してるんだけど、作業工程カットさえ済めばあとはもう炒めるだけなんですごい簡単です。でもこれを適当に千切りにしていきます。まあ雑に千切り、こんなもんで大丈夫。炒めてどうせしんなりするんでね。お揚げ、こちら2枚で、ちょっと人参と同じ感じでちょっと細かめに、こちらも千切りで、入り豆腐とかって結構干し椎茸とか使って戻し汁とかを使ってやったりもするんだけど、正直干し椎茸高いんで、普通の椎茸にあごだしで全然十分美味しいのができます。干し椎茸高いよね。まあ美味しいんだけどね、その分美味しいけども高い。はい、じゃあ椎茸、こちらは軸を落として、はい、じゃあ椎茸も同様に細かく。で、今回椎茸プラスあとしめじも入れようと思ってるんだけど、やっぱきのこ類入れたらね、旨味が強いんで美味しいのが仕上がります。で、今回は作りたても全然美味しいんだけどね、時間置いて味なじませても全然美味しいんで、椎茸とか入れてあげたらじっくり旨味が出て作り置きにもいいと思います。たっぷり作って冷蔵庫に置いとけば、夜中お腹がどうしても空いたって時に食べちゃえばいいと思うよ。では最後しめじ、これはもう普通に石突きの部分取ってあげてほぐします。じゃあこんな感じで材料のカットが終了したら、あと卵も使うので、今回卵4個割ってほぐしてあげといてください。4個でいいんだけど、今回ちょっと賞味期限近いのがあったから卵6個使います。あればこういうかつおだしとか和風だしがあればなお良い感じですね。はい、では火にかけていきます。で、今回入れないんだけど、ちょっとだけね生姜とか入れても美味しいと思います。では熱したフライパンにごま油はね、できればごま油を使ってほしいです。香ばしい香りが出るんで、きんぴらごぼうとか作る時もね、ごま油使うと思うんだけど、鶏肉で、今回は先ほど言ったみたいにひき肉使ってるんだけど、これ普通にまあ胸でもいいしももでもいいし、普通の切り身をちょっと細かめにやって一緒に炒めても大丈夫。ひき肉じゃなくてもいいよっていう話ね。で、とりあえず今回ね、ひき肉多めなんで先に火を通して8割火を通します。まあ、2、3割火が入ったら、ここにお酒、
大さじ2杯。臭み消しがてらですね。でこのお酒の水分が飛ぶまでまず炒めていきます。では8割方ね、もう鶏肉に火が入ったら、ここにお豆腐、適当に手でちぎって入れてあげてください。その後木べらとかでね潰してもいいので、適当で。で一応ねだいぶ水は切ってるけど、豆腐入れたらねまたちょっと改めて水分が出ると思うので、それを飛ばしつつ炒めていきます。火はもうずーっと強火。こうやって見たら麻婆豆腐だね。こんな感じで結構ねまた水分が出直すので、この水分飛ばしつつ炒めていきます。もう本当に火はねずーっと強火で大丈夫です。だいぶ水分が出てきて沸騰し始めたら、ちょっと端に寄せて豆腐とかね、このちょっと水分多く出てるところに人参入れちゃいます。お揚げがちょっと入っちゃったけど気にしない。この中でちょっと人参にも火を通していきます。今回の材料の中で多分鶏肉の次に火が入りづらいのは人参だと思うので、人参に一通り火が入ったら、ここにお揚げとしいたけとか全部入れていきます。でしめじもほぐし気味に入れてあげてください。今入れたきのこ類も水分抜けたらだいぶかさが下がるんで、まず最初はもうまずきのこ類に火を通して水分出すことを考えてください。で一通り混ざったら、ここにかつおだし、和風だしだったら何でもいいよ。だしパック的なやつをね入れて、混ぜ合わせます。そしたらここにあごだし、こちら結構しっかりめに入れます。大さじ3杯。とお醤油、こちら大さじ2杯。砂糖、こちら大さじ1/2ほど。砂糖。これで改めてよく混ぜ合わせて、であとは今ここの中に入っている水分がほとんど飛ぶまでしっかり炒めていきます。さっきのだしのかつおだしとかはまだね水分が若干ある状態で入れてあげた方が味がなじみやすいと思うので、材料、この食材全体に味を行き渡らしてから水分を完全に飛ばすって感じですね。でこれでほとんど水分はあとちょっと飛ぶかなぐらいなんですけれども、でここでちょっと一旦味見してみてください。で僕今味見した感じはすごいちょうど良かったんですけれども、もうちょっと濃い味が良ければ醤油なりちょっとだしなりを入れてあげてください。多分この分量を同じように作ればちょうどいい味だと思います。そしたら最後卵を回し入れて、固めちゃいます。でさっきのね多少残ってた水分はこの卵と一緒に固まると思うので、冷蔵庫で常備菜代わりにね 2,3 日置くってことを考えたら、今この段階でね卵が半熟っていうのはよろしくないので、もうしっかりと火通してあげてください。じゃあこれでもちろん出来たて熱々を食べてもいいし、冷蔵庫でちょっと冷やして冷えたのを食べても大丈夫ですね。お弁当とかにも最適だと思うので、こちらで入り豆腐完成。じゃあ実際食べていきたいと思います。では早速ね、おばあちゃん直伝の
入り豆腐だねをいただきたいと思います。いただきます。いただきます。皆さんに映ってるこの目の前のやつもう2日経った後なんですけども、もう食べ過ぎちゃってもう抑えたんだけどうますぎて半分以上食べちゃってこんだけしかないんですよね。はい、ということで食べていきましょう。はい、これはもう、いきなりご飯にぶっかけちゃうけどね。オッケーオッケーオッケー。そうだからね、山盛りにしなかった。上に乗ってたいかなと思って。こうちゃん、じゃあ僕お酒いただきます。いただきます。どうよ。うますげえ。じゃあいただきます。すげえうまい。もう本当に最初こうちゃんに作ってもらった時俺豆腐入ってるって分かんなかったもん。それぐらいひき肉っぽいお肉感がすごくあって、あと味がねマジで美味しい。ほんと鶏そぼろみたいにいくらでもご飯が食べられる味してるんだけど、なくてもやっぱり豆腐が入ってるから食べ応えがあるんですよ。ちゃんとお腹にたまる感じなのでダイエットしてる人にはすごくいいと思う。うまっ。やっぱ1日2日経った後味がめちゃくちゃそう馴染んでて超絶うまいね。ほんと具だくさんなのがいい。であとなんかそぼろにこうちゃんがなんだっけ鶏のそぼろ作るのにもも肉と胸肉両方足してくれてるんだけど、なんかそれも良かったんだろうね。あっさり感もあって食べ応えもあるってのは多分それのおかげだと思う。めっちゃうまいね。正直1日で食べ終わっちゃうぐらいの美味しさだったよね。ちょっと我慢したよね。マジでうまい。ちょっと作ったその日のね、味見で半分ぐらい減ったんだよ。やばかった。やばかった。しかもちょうどご飯炊きたてだったんだよね。こうちゃんがもうめちゃくちゃご飯進んで、ご飯がね本当に進まじしてるんですよ。おつまみにも最強だと思う。これはやばいよね。本当に美味しい。本当に美味しい。めっちゃ好き。多分豆腐料理の中でも本当にベスト3に入るぐらい大好き。こうちゃんが作ってくれるさその豆腐料理全部うまいからさ、豆腐ステーキとかもさめっちゃうまかったんだけど、視聴者さんによく言われるのがあれ濃厚やみつき豆腐グラタン。あれはすっごいみんなリピートしてくれてる。もう本当に豆腐使ってると思えないっていうか、普通のグラタンよりうまいって言われてるもん。もう最高の褒め言葉だよね。いいよね。てか豆腐ってうまいよね。もう作り方次第で全然味が変わるっていうのもすごい魅力的だし、そのまま食べても美味しいんだけど、ちゃんと水切ってね使った豆腐がお肉みたいな感じになったりとかね、ホワイトソースでも本当濃厚なホワイトソースになったりするから相当美味しいですね。で今回結構さ具材たくさん入れて、最初フライパンで炒めてる時溢れそうかなっていうぐらいの量だったんだけど、やっぱそれくらい具だくさんにした方がね美味しいと思います。あと思いのほかあっという間に食べ終わるんで、今もうほとんどないですけど、だから今回入れた具材の中で入れたできればねこの椎茸は絶対入れといてほしいんだよね。うまみがねだからきのこをさ一回冷凍してる方うまみが凝縮されるらしいんでおすすめなんですけど、そういう風に使ってる方は多分特に味がね美味しくなると思う。めっちゃ本当に美味しい。マジで超絶うまいわ。ちょっと半分だけ残してこうちゃんにかけてあげよう。はい喉からちょっと入ってるから大丈夫だ。大丈夫だよ。本当に半分かな。本当に大体半分ね。じゃあ最後いただきます。これだったら朝食でも全然ありじゃない。ということで本日はですね、とっても簡単にできる、おばあちゃん直伝の入り豆腐をこうちゃんに作っていただいたんですけども、水切りそこだけ時間かかるだけで作り方次第はすごく簡単だと思うので、とってもおすすめだっていうのと、で今回の料理は本当にダイエットしてる方にすごくおすすめになってる料理だし、作り置きにもすごくいいと思います。おかずにももちろんだけど、あとおつまみにも何気に味がちゃんとしっかりしてるんで、
個人的にはおすすめだなと思いました。はい、ということでぜひ皆さん作ってみてください。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。最後までご視聴ありがとうございました。またね、バイバイ。